にちは。今回はウマ娘シンデレラグレイ第11話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。毎日王冠はなんか他の G2 とは違うのだ。スーパー G2 と言われてるからね。そこらの G1 より格上感あって面白い。オグリキャップやサイレンス鈴鹿とかが格を上げたからな。シリウスとオグリって世代近かったんだな。アプリでも絡みあるんかな。初期はシリウスウマ娘化してないからオグリのシナリオには出ない。シリウスの方は知らん。シリウスシンボリがすっかり内目のかませに。実際東欧でケトウどもに蹂躙されて人を怖がる馬になってしまってた。ウマ娘は半年空けて2期とか決まってそうだな。最後の有馬は有馬記念と合わせると思う。できれば今年がいいんだけど。実際のレースに合わせるんじゃないの。後半クールのラストは有馬に合わせるだろ。実際のオグリキャップもこんなレースしてたの。レース結果や走るコース等々はほぼ史実を準拠している。けど当然騎手がそう思ってるわけではない。スーパーサイヤ人やん。イメージしろ。ここで固有発動すんな。領域展開。生死の卵もそんなに強かったの。巻き場王のモデルになるぐらい強い。タマちゃん、電撃妨害疑惑。こんな顔しないだろ。クレーム入れとくわ。世紀末覇王ボーナス狙いかよ。ロブロイ、そんなに金が欲しいんか。ウマ娘って遺伝子化改造された人類なんじゃ。オグリキャットの人形を作ったら競馬知らない人にも売れそう。早く企画しないと。スーパーサイヤ人か。というかシリウス神ボリ相手にされてないね。ウマ娘ってアニメで負け要因になってるやつもゲームの中では活躍してるのかな。毎回あっという間やな。毎週1時間にしてくれ。タマが最強なんだからタマに勝ってシングレ終了。現実のタマモクロスも触るな危険だったよね。噛まれる。 DVD 持ってる。秋天か。来週泣くな。アキコバクラ3年飼っているんか。イクイノですら無理だったよな。ドーデュースは怪我さえなけりゃやってくれたかもしれん。有馬記念のレコード持ちでたった2頭しかいない秋コバ三冠馬なのに不当な低評価されてる馬がいるらしい。分割にクールだけど多分何年かかっても最後までやるよなこれ。原作が進行中なんだよね。天皇賞秋の後はマイルチャンピオンシップとジャパンカップの連投だっけ。実はタマモノが強いのか。予想外だわ。 G1 を3連勝含む8連勝してたから最強だった。ウマ娘として生まれたものの才能なくて人と同じようにただの一般人として暮らしてるウマ娘ちゃんの日常生活覗いてみたいな。スーパーの特売で無双してそう。で、タマモクロスは誰を見とってたの？生まれた牧場のオーナーじゃね。実際に生まれた牧場が倒産した。タマモクロスは宝塚までは普通に差し追い込み場だったのに秋天でいきなり先行した。馬のタマモクロスは人間への恨みで猛獣になった。デイの方の極み。サイヤ人ですか。ドラゴンボールかな。レールガンかな。この馬アニメいつから異能バトルものになったんだ。プリティ要素は置いてきた。オペラ王ロブロイアキシニア三冠は簡単じゃない。ドーデュース惜しかったな。4センチに泣いたステ。ウイニングランまでやったのに。競馬やらんからタマモクロスがどれだけすごいのかわからん。次が楽しみだな。俺も全くやらんからタマモクロスって知らん。でもオグリは聞いたことある。当時の武豊が一番戦いたくないと言ったほどの実力者。難敵だ。ブレーカーを切るわ。漏電してるぞ。関西電気保安協会呼べ。左の3人は眼中にないのか。そんなに強かったのタマモクロス。天皇賞春秋連覇はタマモクロスが初。天皇賞は1回勝つと勝ち抜けで出られなかった時期があったけど、タマモクロスってモデルになった馬も小柄だったの。巻き場王のモデル。タレゾウのモデルだったのか。すごいな。すげえ覇気だ。秋3つも出たら怪我するだろう。ウマ娘全体でオグリとコンビで扱われるけど割と早い段階で退場するんだよね。
デカパイの稲荷ワンが登場してからが本番。立ち位置としては無双してきた主人公の前に登場する格上のライバルキャラやからな。人気出るとそこから引き伸ばしに入るから、漫画全体で見ると初期の印象的なキャラが案外すぐ退場してるってのは、ある意味ジャンプ漫画のお約束みたいなとこあるからね。靴が変わった。靴変わっちゃったのか。乗るイメージビデオ、オグリのブーツゴツ、たまちゃんかわいいの3本でお送りしました。シングレ本編のタマモクロスと CM のタマモクロスの落差よ。こうやって見ても小栗の経歴はやっぱおかしいな。中央帝戦から全勝で天皇賞とか、当時に SNS あったらものすごかったんだろうな。作画も力入ってたな。そうか、出走前にダンスしてライバルに拳入れてやればいいのか。ブルマあったんだ。シンデレラグレイ空間には存在しない概念なのかと思ってた。ダイナムヒロインちゃんは赤ブルマでも勝負服でも可愛いね。シリウスのダンスシーン、原作だと扱い1コマ程度なのにえらい手間かけた作画だったな。しかしオグリの勝負服の腹のあたりの謎の紐が気になる。あれはどこに繋がってるんでしょうね。毎日王冠レースよかった。天皇賞秋楽しみだ。けどにクールメって菊花賞とジャパンカップ有馬で持たせる気。もっと先までやるんだろうか。オグリ包囲網をみんな示し合わせてやってるわけじゃないだろうにとか言ってたけど、リアルな競馬だとみんな空気読めよって感じで集団で閉じ込めることあるんだろうか。やっと勝負服やいかに体操服脱却が困難かってよくわかる。勝負服着れずに引退する馬娘もいるんだろうな。よかったけど、タマがスーパーサイヤ人みたいになってる演出はちょっと笑った。タマがルドルフを超えて最強の馬娘だから、タマに勝ったら終了。それでやっと小栗伝説の第2章終了ってくらい、タッチで和也が事故死したくらいのところよ。やっぱり小栗の勝負服は主人公機にふさわしい。小栗も勝負服知らないということは、サイズはいつ合わせたんだ。ノルンとかがいつの間にか3サイズとか把握してそう。右隣の人ら本物じゃなかった。毎日王冠で格付け決まっちゃったからね。実際小栗の脳を一番焼いたの玉だと思う。アニメだと会見でタマが電撃出してるのが迫力あるけど、アニメのジャンル変わったみたいでなんか笑う。フラッシュを焚くのは良くないバイ女帝。シリウスちゃんくんキャラ違わない。これ史実でもやったの？まあ、はい。史実だとシャレになってません。そういやディクタストライカって普段から勝負服なんか。今週もあっという間だった。来週は天皇賞秋か。とうとう天皇賞秋でタマモクロスとの勝負か。残り1話、2話、とりあえずオグリとタマとの対決で一期を終了かな。オグリがやっと強いやつと戦えるって思ったのがタマちゃん。横の毎日王冠の先輩方はエンディングにも笠松の星横断幕追加されてよかった。話が進むごとにシングレフィルターがどんどんすごくなってる。ヤンジャン掲載時から会見でのタマモクロスの小栗町初カット。アニメで大空さんがどう演じるか楽しみだったから、演出もりもりで凄み合ってとても良かった。オグリーの相変わらずの北原さん愛が限界突破してて可愛いを増し増しだった。勝負服も可愛かったし、玉本のバチバチに走るところはよ見たい。強敵揃いの毎日王冠で他をアスル以外の勝ち方を見せた小栗。笠松の星の期待を背負い、勝負服に袖を通して気合十分の彼女をなお飲み込む圧を発するタマモクロスの演出がほんと良き。そして1クール目締めが起点だ。レース中の戦略構成、北原との再会、オグリキャットの勝負服、見どころがたくさんあったけど、やはり最後の会見場面が強烈に印象に残る。オグリキャットもタマモクロスも、この2人だけが天皇賞のその先を見据えて臆することなく勝利宣言してるのがすごく良い。スター性を兼ね備えた怪物オグリキャップを誰も止められない。どんな状況でも勝ち切るオグリに敵なしだが、唯一タマモクロスだけはそのオグリが本物と認めざるを得ないほどの強者オーラを放つ。怪物と本物のマッチアップ、楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、
考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。